金はびっくりしないでください。片道でモーリシャス発セイシェル行きのエアセイシェル登場してきますが、1時間以上遅延しました。1時間5分遅延ですね。はい、モーリシャス発セイシェル行きのエアセイシェルの機内 3×3 のシート配置で、シートピッチはちょっと狭めだと思います。機内エンターテインメントもなし。機内食はこんな感じでした。これはチキンでしたね。予定より1時間20分も遅れてやっと着きました。今夜の8時50分になっちゃった。入国審査です。はい、入国審査は何日間いるのっていうのとホリデーっていうぐらいで入国できました。でセイシェルはビザがいるので、事前にいいビザを取っております。でですね、もう夜9時20分なんですけど、今日泊まる宿が無料で送迎してくれるので、今 WhatsApp で連絡を取っているところです。宿の迎えがすぐ来てくれたんで今車に乗り込みました。すぐに着きましてですね、でこちらが私の部屋ということで、もう速攻で中入れさせてくれました。ルームツアーなんですけど、一棟貸しなんでめちゃくちゃ広いんですよね。テレビやらキッチンやらでっかい冷蔵庫もだってでですね、こっちが寝室で、ベッドがある感じで、デスクもあるんですよね。でこの部屋だけエアコンがあった。でなんと洗濯機があって、で洗面所、トイレ、シャワーということで、アメニティもハンドソープがあって、ここにシャンプー、シャワージェル揃ってます。でネットの速度はまあまあですね、悪くないと思います。ちょっとどこにいても暗いんで申し訳ないんですけども、こちら、宿の名前がマールセルフケータリングっていうところになります。でアゴダで予約しまして、1泊だけします。でこちら1泊素泊まりで 16,854 円でした。1泊するだけなのにこの料金ってもったいないんじゃないかっていう意見はあると思うんですけど、セイシェルってめちゃくちゃ物価高いんですよ。なのでこれでもいい方だと思います。でセイシェルに着いたので、セイシェルの情報からお伝えします。セイシェルの首都はビクトリアっていうところになります。でセイシェルの通貨はセイシェルルピーというもので、今1ルピー 10.36 円、 10.35 で計算しましょうかね。 10.35 で計算します。でセイシェル今26度、体感温度は29度になってるけど、めちゃくちゃ蒸し暑いんですよ。今湿度 86% ですよ。 86%、 最低25度、最高28度っていう寒暖差が全くないですね。いやー、赤道近くなったって感じです。で私空港着いてからですね、残りのアメリカドルほぼ全部の300ドルを両替して4255ルピーになったんですけど、ネット回線を今までで何カ国かで使ったエアロの世界136カ国で使えるやつ、それを使うつもりで入国したんですけど、全然繋がんなくて、空港で SIM カード買いました。600ルピーでした。たっけ一番安いプランが600ルピーなんですよ。6000何百円ですよ、 SIM カード買うだけで。ということで早速600ルピーも失いました。はい、今洗濯し終えまして、私自身もシャワーを浴びたところでございます。すいません、言い忘れたんですけども、時差はモーリシャスとセイシェルは時差がないです。なので日本から見ると5時間遅れのままになりますね。明日の予定をちょっとお話しするとですね、今私がいるのはセイシェルの中でもマヘ島という島になります。セイシェルはたくさんの島で構成された島国なんですけども、国際空港があるマヘ島が中心の島ですね。首都のビクトリアもこのマヘ島にある形になります。ただですね、明日の朝別の島へ行っちゃいます。マヘ島はもちろん後で来るんですけども、ここマヘ島からプララン島というところへ行きます。フェリーのチケットはもうオンラインで買ってありますので、明日10時半マヘ島発のフェリーに乗ってプララン島へ行く形です。フェリー乗り場はですね、ここから十数キロ離れてるんですけども、ここの宿の人にさっき送迎で送ってもらう時に話してですね、タクシー呼んでくれないかっていう話をしたら、スタッフが送っていくよっていう話をしてくれました。費用300ルピーでいいよって話でしたね。300ルピーでも高いような気がするんですけど、ただタクシー乗ったら4、500ルピーかかるらしいんですよ。確
ここ発でフェリー乗り場まで送っていただく予定です。今日はゆっくり休もうと思います。おやすみなさい。おはようございます。7月24日木曜日朝8時22分でございます。いやー、この宿は Wi-Fi も安定してるし、洗濯もできて洗濯物も乾いたしって感じで快適に過ごせました。空港近くで一番安かったんでここにしたんですけど、良かったです。宿の評価をしたいと思います。評価難しいんですけど、3.5 でお願いします。場所はね、空港の近くで観光の拠点とするにはちょっと違うとは思うんですけど、フライトの直後かフライトの直前に泊まるのがいいのかなとは思うんですけど、今言ったように Wi-Fi も安定してて、中は虫1匹もいないですね。モーリシャスでは全ての宿で虫がいたんですけど快適でした。あと宿の方も親切ですし、3以上にはできると思うので、3.5 にしました。で、私が泊まった棟はここなんですけど、昨日暗くて分かんなかったんですけど、この辺結構山とかもあるんですね。自然豊かな場所っていう感じです。天気悪いっすね。風もめちゃくちゃ強いです。ということで、昨日お話しした通り9時にフェリーターミナルまで車で300ルピーで送ってくれますので、荷物まとめて出ようと思います。はい、では8時58分に宿を出発しました。からが首都のビクトリアだそうです。9時15分にフェリーターミナルに着きました。15、6分、17分ぐらいかかった感じですね。で、フェリーターミナルの様子はこんな感じですね。思ったよりもこじんまりとしてる感じですね。天気が悪い。で、ターミナルには ATM、SIM カード売り場、両替所などがあります。あとは一応ジュース屋さんとか軽食屋さんもあるみたいですね。で、あとこちらになんと自販機があります。自販機見たのいつぶりだろう。ちょっと水飲みたいから水買おうかな。多分15っぽいね。15ルピー。やはり水は15ルピーでしたね。日本よりちょっと高いぐらいかな。で、お釣りは全部コインで帰ってきました。ちなみに今いるマヘ島はこんな形をしてますね。で、空港がここで、私が泊まったホテルもこの辺だったはずで、今いるのがここですね。首都ビクトリアのフェリーターミナルになります。で、海はこんな感じですね。太陽の光の加減で分かりづらいかもしれないですけど、めっちゃ緑色海で、私が乗るフェリーはこれかこれのどっちかだと思います。で、私が乗るフェリーの会社、このキャットココスっていうとこなんですけど、ここ多分チケット売り場なんですけど混んでますね。私のようにオンラインで買っておく方がいいと思います。まだ9時49分なんだけど、すごい並んでるな。意外とお客さん多いんだね。もっと空いてるかと思ったわ。マヘ島からプロラン島へは所要時間1時間ぐらいのはずです。で、料金はびっくりしないでください。片道で900ルピーです。9000円超え。高いよね、青春。10時になって乗船開始したので、私も並んで乗り込みます。はい、では乗り込んでいきます。はい。こんな感じなんですね。で、そういえば言い忘れたんですけど、私はエコノミー席なんですけど、エコノミーの中でも高いというかアッパーデック2階に座れるチケットを買いました。一番安いのでもよかったんですけど、料金はほとんど変わらなかったんで、どうせならと思って見晴らしの良さそうな2階の席のチケットにしました。ということで、エコノミーの高い席はこんな感じです。正面にトイレがあります。で、横は残念ながら汚いビニールで覆われてるので、景色はそこそこなんだけど、後ろは空いてるんですよね。後ろの席が良かったかな。でももうやっぱ人気みたいで埋まっちゃいました。10時38分、8分遅れで出航しました。昨日からずっと風が強かったんで予想はしてたんですけど、めちゃくちゃ船揺れる。これ多分船酔いする人続出すると思う。11時53分に着きました。下船します。めちゃくちゃ揺れてね、入ってる人いっぱい。
はい、ではプララン島に入島しました。いや、とてもじゃないけど9000円の価値があるフェリーではないですね。私が乗っていたフェリーです。で、海はこんな感じですね。曇ってるからわかんないけど多分綺麗じゃないかな。相変わらず緑色。プララン島のフェリーターミナルも両替所とか SIM カード売り場がありますね。で、今日から宿泊するプララン島のホテルへタクシーで行きます。で、メーターで行くそうなので多分ぼったくりはないと思うんだけど、ただ高いとは思う。行きましょう。ちょっと雨も降ってきちゃった。最初に声かけてきたオーガナイザーみたいな人はメーターだって言ってたんだけど、ドライバーはメーターじゃない350だって言ってきた。うるせえな。フェリーターミナルからは山道を通っていくんですね。プララン島の真ん中を突っ切るような感じで東から西へ進んでいる感じです。はい、ということでサクッと着きました。今日から泊まるホテル、パームビーチホテルというところです。チェックインします。今チェックイン手続き中なんですけど、目の前に海が見えてて綺麗だわ超綺麗。後でお見せします。で、ウェルカムドリンクでローカルティーだって言ってましたね。今いただきました。ちょっと甘くて表現悪いんですけど砂糖水みたいな味ですね。はい、ということでチェックインしましたのでルームツアーします。で、結構広い部屋で、ここがまず大きいベッドですね。で、ここがまあ椅子はないけど作業台になりそうな感じ。でっかい鏡付きですね。ここにドライヤーがあると、テレビがあってサムスン製ですね。で、先にバルコニー見せちゃいましょうか。こんな感じですよ。いやー、めっちゃいい部屋で、海綺麗っすね。なんかもういろんな色になってる。で、プール付きで、プールもそこにあります。で、エアコンもありますね。で、この中に冷蔵庫がありました。中は何もない、無料の水もありませんでした。で、隣は一応ボロいけどセーフティーボックスになりそうな箱はありますね。で、あとは普通のクローゼット、そして水回りになります。トイレ、まあ普通に綺麗ですね。で、洗面所、これはシャンプーって書いてありますね。これがまあなんて書いてあるかわかんないけど石鹸的なものでしょう。で、ちょっと仕切りがなくてここだけしかないから、まあ、ちょっと水が跳ねちゃうかな。Wi-Fi の速度はちょっと微妙でした。これは残念ですね。はい。で、こちらのパームビーチホテルに2泊します。ブッキング .com で予約しまして、2泊朝食付きで 307.8 ユーロでした。高い。今の1ユーロ 172.2 円なので53,004円。アフリカ旅の終盤なのでちょっと贅沢しようかなって思ったのと、昨日から散々言ってる通りセーシェルはもうとにかく物価が高いので、もうしゃーなしって感じでこの料金のホテルに泊まっちゃいました。はい、今部屋を出ましてですね、ビーチまで行ってみようと思います。ちなみにレセプションはこんな感じで、抜けるとレストラン、まあ朝食会場にもなるんですけどレストランがあって、でここはプールですね。でここを抜けるとビーチっていう感じで、いや素晴らしい感じですね。でビーチベッドが大量にあるから、この辺は多分我々宿泊者が使っていいんだと思います。パームビーチセーシェル、写真フレームになってますね。はい、そしてビーチまでやってきました。いや水どんな感じ。でも水温はでもまあまあか、22、3度ぐらいだと思います。全然晴れてれば全然入れる。やっぱ水きれいですね。ちょっと海藻浮いてるけどね、水がきれいだし、水温もまあまあ全然入れるぐらいの水温です。いやー、セーシェルまで来ちゃいました。すいません、水温もうちょい高いかも。なんかずっと足入れてたら結構あったかいような気がしてきた。24度5度ぐらいあるかもしれない。で、海もいいんですけども、飲み物類を調達しに行きたいと思います。で、ここから歩いて10分ぐらいのとこにビレッジがあるって言ってて、でその辺にスーパーとかありそうなのでそっち行ってみようと思います。ホテルの敷地を出たらですね、まあこんな感じの様子で、もう大自然って感じですね。モーリシャス以上に自然がそのまま残ってるような感じがする。歩いていきましょう。
ビレッジに行く途中でセイシェル・インデペンデンスっていう石碑がありましたね。1976年6月29日に独立したんだ。こんなところにこれがあると思わなかった。今見れた。でちなみに上にある貝みたいな形あるじゃないですか。これ入国スタンプもこの形でしたね。なかなか可愛いスタンプでしたよ。であとプララン島の地図があったから簡単にご説明するとですね、フェリーターミナルはこの辺にございます。で今私がいるパームビーチはこの辺りでございます。なのでフェリーターミナルからタクシーに乗った時はこの真ん中の道を突っ切って来た感じですね。10分ちょいでした。ちなみに私は利用しないんですけど、プララン島にも空港があります。でちょっと歩いたらお店とか結構ありそうな、確かにビレッジというかお店とかいろいろありそうなところに来ましたね。で Google マップでショッピングセンターってそのまんま書いてある建物がこれっぽいかな。中にスーパーとかあったらいいんだけど、ちょっと見てみましょうと思ったけど、全然ショッピングセンターの雰囲気がない。全然テナントが入ってないな。ここは退散します。しかしそのショッピングセンターもどきの一つ奥にラマジャヤムスーパーマーケットっていうところがあったので、クレカ使えるかわかんないけどここで飲み物買いたいと思います。スーパーマーケットというよりは個人商店みたいな雰囲気ですね。クレカ使えるか心配だけどここで買い物したいと思います。ちなみにコカ・コーラライトの 325ml が22ルピー、ペプシダイエット300が16ルピー。ちょっと高いですね。スーパーで買い物終わりました。クレカで払いました。とりあえず宿に持ち帰ります。はい、ホテルに帰ってきました。これだけのものを買いすぎましたね。水大小、オレンジジュース、で、ジュース類、あとコーヒーが嬉しいんだよな。アフリカって缶コーヒー売ってないんですよね。まあ南アフリカはもしかしたらあったかもしれないけど、全然缶コーヒー売ってなくて、なんかチョコレートドリンクとかあったけど。で、あとはお菓子類ですね。これ全部で202ルピーでした。今日、この後何しようかずーっと迷ってたんですけど、今日はもうずっとホテルの敷地内にいようかなと思います。何気に昨日からずっと今まで移動してたようなものなんで、体調もそんな治ってないっていうのと、あと今日何も食ってないんで、オレオとさっき買ったコーヒーでちょっと休みつつ時間を過ごします。でちょっとしたらホテルの前のビーチ、海入ってみようかなと思います。いやでもやっぱ海綺麗だよね。結構向こうの方行くとめちゃくちゃ色薄くなってるの分かりますか？いやすごいよあの辺。モーリシャスとどっちが海綺麗かっていうところまでは分かんないけど、色はこっちの方がえぐいと思う。今夕方4時過ぎなんですけど、天気がかなり良くなってきたんで海に入ろうと思います。レセプションでビーチタオル借りることができます。さっきより潮が満ちましたね。もうビーチ砂浜の部分がなくなっちゃったんですね。ということでホテルの敷地を出てですね、ちょっとだけ離れてきましたが、いやなんかこの辺海藻すげえな。いやどうしよう、完全にしくじりましたね。ホテル前はもう潮が満ちて、ちょっと移動したら海藻だらけで海が微妙っていうことで、今日は海入るのやめますまあ仕方ない、しくった。はい、時間は夜7時になりました。ホテルのレストランで晩飯食べます。セーシェルは夕日が綺麗って有名っぽいんですけど、やっぱちょっと今日は雲が多くて見れませんでしたね。飲み物はセイブルーっていうビールを頼みました。メニューはアラカルトもあったしコースもあったんですけど、せっかくなんでコースを頼んでみました。コースはメイン料理だけ2種類から選べて、チキンか魚で魚にしました。パンフライドフィッシュって書いてありましたね。ではシーブルーという、シーブルーじゃない、セイブルーか、セーシェルのビールのはずですね。いただきます。まあまあですね、あんまり深みはないですね。昨日何も飲んでないんでいつもよりうまく感じます。コースということでまずスープが来ましたね。いただきます。いやスープからいただきます。正直何とも言えない味ですね。ジンジャーがかなり強いです。ほとんどジンジャーの香りだけがふわっと鼻にくる感じ。続いてきた料理、これ何ですかね。まあいいや、ちょっと食べてみます。いただきます。コロッケみたいなやつ。中東でよく食べられているファラフェルに似てる。コースのメニューはあんま見てなかったんだけどファラフェルってひよこ豆のコロッケじゃないかな多分。はい、メインのパンフライドフィッシュ来ました。なかなかうまそうで、これはソースだそうです。いただきます。ではまずソースをつけずに魚いただきます。ち
ちゃんと火が通ってるけど中柔らかくて、で表面だけカリッとなるぐらい焼いてて、なかなかうまいですね。モーリシャスで食った魚よりうまい。ちょっと具体的な魚の種類、名前は分かんないんですけど、白身魚でちゃんと身がギュッと締まってて、で味もなかなか濃いめで美味しい魚ですね。続いてソースをかけていただきます。でこのソースが何て言えばいいんだろう、ホワイトシチューみたいなソースなのでもちろん美味しい。でラストのメニューはキャロットケーキですね。いただきます。バニラソースがけでしたね。甘ーい。ごちそうさまでした。お会計は450ルピーのはずです。で支払いはチェックアウトの時まとめてですね。部屋に戻ってきました。セーシェル着いて2日目、一応2日目が終わろうとしてるんですけど、まだ特に何もしてないような気がして、申し訳ないです。で明日なんですけど、明日何するかっていうと、ちょっとまだ決めきれてない部分があるので、ちょっと今発表するのはやめとこうと思いますが、いずれにせよビーチには行く予定です。それでは今日はおやすみなさい。おはようございます。ホテルの朝食をいただきます。まずはフルーツが運ばれてきました。そしてパン、トーストと卵とバナナケーキでジュース、コーヒーが来ました。やばい、もう数えきれないぐらいの鳥に飯を狙われてるんだけど、さっきこの辺まで来たからね。やばいやばい。改めておはようございます。7月25日金曜日朝8時9分でございます。今日どうしようかいろいろ悩んでいたんですけども、ここプララン島というところからですね、ラディーグ島というところへ行こうと思います。またフェリーに乗ろうと思います。フェリー乗り場まではですね、来る時はタクシーできたんですけども、セーシェルの、プララン島、あと最初にいたマヘ島もそうなんですけども、バスが走ってて、バスが安いんですよね。バスは1回乗車が10ルピーらしいんですよ。バスの乗り方なんですけども、現金払いができないっぽくて、でバスカードをどっかで買わなきゃいけないと思ってたんですけど、ホテルのスタッフに聞いたら、このSPTC っていうこのアプリを落とせば、このアプリにクレカでチャージをして乗れるよって話を聞いたので、試してみたら確かにできそうでしたね。チャージはもうしたので、あとはこのアプリ上の QR コードをバスのどっかの機械に多分かざせば乗れるんだと思うので、それでフェリーターミナルまでバスで向かおうと思います。8時半になりました。今ホテルの部屋を出ましてですね、でこのホテルのすぐ目の前にバス停があるので、そこからバスに乗ります。1個不安なことがあって、今までバスを1回も見たことがないんですよね。なのでバスの外観がどんな感じなのかわからなくて、さっきお見せしたアプリで時刻表も検索できて、8時37分にバスが来るはずです。バスが来ましたね。多分これでいいと思います。モーニング。無事に乗れました。料金十分いいですね。バスの車内はこんな感じです。8時45分頃、バスを降りました。いやー、10ルピーで乗れるのは便利で素晴らしい。で、フェリーターミナルの近くにやってまいりました。フェリーの出港予定時間は9時半になります。なのでおそらく乗船開始は9時からだと思いますね。マヘ島と違ってプララン島のフェリーターミナルはそんなに人いないかな。プララン島のフェリーターミナルはこんな感じですね。マヘ島はめちゃくちゃ人が多くて、めちゃくちゃ行列できてたけど、プララン島は落ち着いてていいね。でマヘ島のフェリーターミナルと同じように自販機がありますね。はい、ということでエロですね。エロで、ここプララン島からラディーグ島へはフェリーでたった15分で行けるらしいです。たった15分なんですけど、片道で185ルピーかかりました。高くないですか？私は事前にオンラインで買いました。私が乗るであろうフェリーがやっと来ましたね。今9時13分です。はい、9時半になってフェリーへ乗り込みます。今回は一番後ろの席取れそうですね。で今回もですね、エコノミー席だけどちょっと高い席のチケットを取ってます。マヘ島からプララン島へ来た時と同じ席種です。でそれで片道185ルピー。9時33分出港しました。ラディーグ島へ向かいます。プララン島からラディーグ島へ行くフェリーは結構空いてますね。相変わらず波が高い。めちゃくちゃ船揺れます。
マヘ島からクララン島に来た時もそうだったけど、船酔いしやすい人は絶対に酔い止め薬飲んできた方がいいと思います。すごい揺れる。ある程度離れたので映しますが、あれが今まで私がいたクララン島ですね。結構山多いね。山だらけだ。はい、ラディーグ島に到着しましたね。9時53分に下船開始となったので、ちょうど20分ぐらいでしたね。多分波が高かったんで通常よりちょっとだけ時間かかったっぽいです。ラディーグ島へ入島しました。このラディーグ島はクララン島のちょうど東側にあります。フェリーで15分20分東に来た感じになります。それでこのラディーグ島からクララン島へは、もちろん今日中に帰るんですけども、昼の1時半のフェリーでクララン島へ戻ります。なので1時ぐらいにはここに着いておきたいので、ちょうど3時間ぐらいですね。滞在時間3時間ぐらいになります。でこのラディーグ島は結構ちっちゃくて、自転車チャリンコをレンタルして回るのが、結構ポピュラーな観光の仕方らしくてですね、私もそうしようと思います。自転車を借りようと思います。ラディーグ島フェリーを降りたところはこんな感じでございます。レンタルチャリ屋さんがですね無数にありますね。やっぱりみんな自転車借りるんでしょうね。フェリー降りたら結構声もかけてくるし、いっぱいありますね。レンタルチャリゲットしました。こいつです。最初に声かけてくれたおっちゃんについてったら、3時間だけど150かかるって言われて、断って自分で歩いて適当に良さげなチャリじゃんと思って声かけたら、3時間なら100でいいよって言われたので、この真っ青なチャリでラディーグ島を巡ります。はい、ということでチャリに乗っております。結構見た目が綺麗なんでいいかなと思ったんですけど、パドルが硬くて痛い。でフェリーターミナルを出たとこには両替所とか ATM とかお土産屋さんもありますね。レストランもあります。では Google マップで道案内をさせながら、まずはですね、島の東側にあるグランアンスビーチっていうところに行こうと思います。